この車は1960年頃にドイツで製造されたクラシックカーです。良い状態にするには、色々と微調整する必要がある難しい車だと思います。近代の車では、考えられないような微調整する仕組みがあちこちにたくさん仕込まれています。古いハードトップドア構造の車にはよくある現象として、サイドウィンドウのガタつきとそれに伴う異音があります。このメルセデスにも、ここは弱点です。サイドウィンドウを半分以下よりも下に下げた時にガタガタ異音がしています。サイドウィンドウガラスは上下する下側以外にガラスの下側前後、ガラスの上側前の3箇所で調整可能なスライディングガイド機構があります。今回はガタが大きくなっているガラス上側前でガラスを挟むスライディングガイドを調整します。スライディングガイドは、この字型の樹脂製の部品を片側からネジで押しつぶして、ガラスを挟む幅を調整できます。ここの挟む幅が狭すぎると、ガラスを上下するのが重くなりすぎて困ります。また、広すぎると、ガラスのガタつきが大きくなり、異音の原因になります。この調整をするためには、ドアの内張りを分解して、スライディングガイドの調整ネジにアクセスする必要があります。それでは、まず、ドアの内張りを分解していきます。この車のドアの開口部分には、豪華なメッキパネルがふんだんに使われています。ロック部分の周りには大きなメッキプレートがあります。このプレートは、機能的には意味はないので、外してしまっている車もあります。外しておく理由は、このプレートはドアロックとのクリアランスが極めて少ないために、ドアやロック位置のほんのわずかなズレがあるだけで、ぶつかってしまうためです。適切に位置調整されていないと、傷がついているはずです。擦れていると、ドアを開けるときや閉めるときに、違和感を感じます。この車を購入するときには、このプレートがついているか、メッキに擦れた傷がないかをチェックすると、細心の注意を払ってメンテナンスされてきた車かを判別する材料になります。これらのメッキプレートは、全体がアルミニウム合金製で作られているドアに、直接、ネジで固定されています。ネジを強く締めすぎると、アルミニウム合金製のネジ穴が壊れてしまいます。それが原因で、このメッキプレートを取り付けられなっている場合もあります。作業をするときには、くれぐれもネジ穴を傷めないように、注意してください。鍵の施錠部品と、ロック解除の部品、サイドウィンドウハンドレギュレーターも取り外していきます。現代の車では、プラスチック樹脂製の部品ですが、この車では重い金属製でメッキされています。デザインにもこだわりを感じます。ハンドレギュレーターの部品は、ベースのステー部品とハンドルの間に樹脂製の部品が挟まり、金属同士が当たって摩耗しないようになっています。これらの部品は、入手困難ですし、変えても高価です。ドアの前側にも大きなメッキプレートがついています。メルセデスの内装への過剰なこだわりを感じます。この辺りの作業は、狭くて工具が入りにくいので、アルミニウム合金製のネジ穴を傷めないように、ネジを入れるときには斜めにならないように注意が必要です。ドア内張りは、前の下半分と下側の固定された金属ステーガイドに挿入され、ドアポケット下のネジ、後ろ側、ステーと上側のクリップで固定されています。現代の車のように、樹脂クリップで固定されているわけではないので、引き剥がそうとしてはいけません。さて、ようやく、スライディングガイドにたどり着きました。マイナスネジを締め込んで、ガタつきを減らしました。ガタが全くなくなるまで締めすぎると、ドアガラスの上下運動が硬くなるので、加減には注意が必要です。これくらいの感じがちょうどいい感じでした。あとは、内張りを戻す前に、走行テストして、異音がなくなっているかを確認します。
下げた時にガタガタ音がしていましたが、静かになりました。かっこいい車でも、ガラスがガタガタ震えている音がすると、がっかりしますから、直せてよかったです。内張りの皮の浮気や剥がれがないかも、ついでに見ておきます。問題なさそうです。あとは、ネジ穴を傷めないように、締めすぎに非常に注意して、それぞれの部品を取り付けていきます。慎重になりすぎて、緩すぎるかもしれないので、私はネジロックを塗っています。今、取り付けている部品が、内張りをドアに固定する蓋のような役割をしています。機能と見た目を両立した面白い構造だと思います。この部品は、一見、機能はなく、見た目を華やかにするための部品のようにも見えますが、内張りが浮き上がらないように抑える役割も一応果たしています。この大きな目立つメッキプレートは、機能的には意味はなく、それどころか、かえってロック部分のドアとボディのクリアランスをギリギリにしてしまって、擦れてドアの開閉に邪魔になりかねない部品です。クリアランス調整のポイントは、このプレートは、それ自体を微妙に手で曲げることができるので、曲げて微調整してドアの形状にフィットさせることです。この車を購入した時には、このプレートが削れるほどに擦れていて、ドアの開閉が硬くてひどい状態でした。適正な調整をすることにより、冷蔵庫の扉並みにスムーズにすることができました。結構、有名な専門店でも、細かいところは、おろそかになっているようだと感じます。この車の本来の良さを引き出して復活させるのは、オーナー自らの手による細やかな調整が必要なのだと思います。ご視聴ありがとうございました。